皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。突然ですが、皆さんはメッセージをするときに絵文字を使いますか？私はたくさん絵文字を使う派です。絵文字を使うことで私の気持ちをうまく表現できる気がするんですよね。この絵文字、実は日本で生まれたということを知っていましたか？ということで、今回のテーマは絵文字についてです。まずは絵文字の簡単な歴史についてお話しします。その後に、そんな意味だったのと海外の人がびっくりする日本人が使っている絵文字を10個ご紹介します。このお話を聞いた後は、メッセージの意味とその送ってくれる人の気持ちをより理解できると思います。ぜひ最後まで聞いてください。親のずラーニングハブ。では早速、絵文字の歴史についてお話しします。絵文字が生まれたのは1999年と言われています。日本ではとても大きくて有名な NTT ドコモという携帯電話の会社があります。そこでエンジニアとして働いていた栗田さんという方が開発したそうです。最初は今よりももっとシンプルなデザインで176種類でした。その絵文字を使うと感情の表現がより簡単にできるというので、日本人の間で一気に人気になりました。そして今から13年前の2011年に iPhone にも絵文字が搭載されました。搭載するというのは、ある機能を機械に取り入れることです。そして絵文字を iPhone にも搭載した方がいいとお勧めしたのは、ソフトバンクという会社の孫正義さんという方らしいです。日本で iPhone が売れるようになるためには絵文字が必要だということを Apple に言って、Apple が絵文字を iPhone に入れることに決めたそうです。それが今では世界中で絵文字が使われていて、絵文字という日本語が世界共通の言葉にもなりましたよね。この絵文字はユニバーサルデザインで作られています。ですので、日本で使う絵文字の意味と海外で使う絵文字の意味が同じことが多いです。でも、よく日本人が使っている絵文字の中に、海外の人が、そんな意味だったのと驚く絵文字もたくさんあります。じゃあ、これからその10個をご紹介します。まず一つ目は、土下座をしている人のポーズの絵文字です。土下座というのは、まず正座をします。そして手を床につきます。それから頭を深く下げます。これが土下座というポーズです。このポーズの絵文字の意味は3つあります。まず1つ目は、ごめんなさいという意味で使われます。土下座というのは、深く謝りたい時にするポーズです。それがメッセージの時にもこの絵文字を使うことで、ごめんなさいと相手に謝る気持ちを表すことができます。2つ目は、お願いしますという意味で使います。誰かに何かをお願いするときは、その人がもしかしたら忙しいかもしれない。私のために時間を作ってくれるというふうに相手のことを日本人は思いやります。ですので、あなたの時間を使って申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。というふうに表現します。その時にこの土下座のポーズを絵文字で使うことが多いです。そして3つ目は、ありがとうという気持ちを表したい時に使います。これは2つ目のよろしくお願いしますと似ているんですが、誰かに何かをしてもらった時、ありがとう、私のためにごめんねというふうな気持ちを日本人は表します。ですので、この土下座のポーズを使うことが多いです。2つ目は合掌のポーズです。合掌というのは手のひらを合わせることです。海外の人でハイファイブ、ハイタッチをしているポーズだと思っている人もいるようです。でも違うんですよね。日本人は合掌のポーズをどんな時にしているでしょうか？そうです。神様にお祈りをするときに合掌のポーズをします。例えば神社でのお参りの時に手を合わせて願い事をします。あとは明日晴れますように
と願い事するときも手を合わせてすることが多いです。これを同じようにメッセージの上でも絵文字を使って表現します。あとは、いただきます。ごちそうさまでしたの時も合掌のポーズしますね。それと、日本人は誰かに何かをお願いする時にも手を合わせてお願いします。例えば、ちょっとお金貸してくれないとか、こういうふうに日本人はお祈りするとき、そしてお願いするときに合掌のポーズを使います。それを絵文字でもメッセージで表現します。三つ目は手のひらを上にして何かを指しているポーズです。これは海外では気にしないとかどうでもいいという意味で使っている人が多いそうです。皆さんの国ではどうですか？日本ではこのポーズはこちらという意味で使われます。こちらというのはこれの丁寧な言い方です。指を指してこれというジェスチャーはとてもカジュアルですが、手のひらを上にして物を指すジェスチャーでこちらというととても丁寧なんですね。それが絵文字でも表現されています。四つ目は目をつぶっていて鼻から何か水みたいなものが出ている絵文字です。水みたいなものが涙だと思っている人が多いみたいです。なので悲しい、泣いているという絵文字だという人が多いんですね。でも実はこの水みたいなものって鼻水なんです。この絵文字は眠いという意味で使われます。なぜ鼻水が出ていると眠たいというジェスチャーの意味になるかということを話します。日本では眠たい時とか寝ぼけている時にぷくーっと風船のように鼻水が膨らむという表現をするんですよ。その膨らんだ鼻水の形が提灯に似ているので鼻提灯と言われています。漫画やアニメでもキャラクターが眠たい時とか寝ている時にぷくーっと風船みたいな感じで鼻水が膨らんでいるの見たことありませんか？ですのでこの絵文字は眠いという意味でよく日本人が使います。五つ目は猿が目を塞いでいる、猿が耳を塞いでいる、猿が口を塞いでいる絵文字です。これは見ざる、聞かざる、言わざるということわざから来ています。他人の悪いところや悪い噂は見ない方がいいし、聞かない方がいいし、言わない方がいい。そうすれば他人との争い事はなくなって平和に過ごせるよという昔の人の教えです。栃木県の日光市にある日光東照宮という有名な神社があるんですが、その神社にも見ざる、言わざる、聞かざるの猿の絵が彫られています。このお猿さんの絵文字は見ない方がいいとか、あとは聞かない方がいいとか、言わない方がいいという意味で使われます。あとは恥ずかしいという意味で目を塞ぐというジェスチャーもありますね。なのでそういう意味で使われることもあります。6つ目は汗の絵文字です。これは海外でちょっと性的な意味で使われるというふうに聞きました。本当かどうかわからないんですけど、日本では緊張している、ドキドキするという時、例えばもうすぐプレゼンテーションがあるから緊張するな、汗マークとか、こういうふうに使います。あとは焦っている時にもこの汗のマークを使います。例えば、ごめん、10分遅れそう、汗マークっていうふうに遅れそうなことを焦っている様子を表現します。あとは恥ずかしい時にも汗マークを使いますね。例えば、この前、大勢の前で転んじゃった、汗。みんなの前で転んじゃって恥ずかしかったという気持ちをその汗のマークで表現することができます。7つ目は怒っているマークです。このマークを海外の人の中には何かがぶつかった時の衝撃を表す絵文字だと思っている人もいるようです。ですが日本ではこれは誰かが怒っていることを表します。漫画の中でもよくキャラクターがおでこのところにこのマークをつけていますよね。皆さんきっと見たことがあるんじゃないかなと思います。8つ目は目の絵文字です。これは何かをじーっと見つめているような絵文字ですね。ということは何かに興味を持っているよとか、
あとは、びっくりしたという意味で日本では使われます。例えば、そうなのと書いて目のマークをつけると、びっくりしているということと、あとは、もっと知りたい、教えてという感じがします。9つ目は、天使の絵文字です。これもいくつか意味があって、1つ目は、天使のように可愛いという意味です。これは世界的にも共通しているのかなと思います。例えば、誰々ちゃんの赤ちゃん可愛かった、天使マークという風に書きます。2つ目は、天使イコール死というイメージが日本では強いです。何かに失敗したとき、大丈夫大丈夫と、大丈夫じゃないけど大丈夫だよという風に皮肉で使う時が多いです。例えば、終わった、天使マークっていうすると、終わったっていうのは人生が終わった、それぐらい失敗してしまったという意味なんですが、それに天使のマークをつけることで、ちょっと皮肉な感じになります。ただ終わったと書くと、すごくショックを受けている感じがするんですが、終わった、天使マークとすると、終わった、もうどうでもいいやっていうような皮肉っぽい感じになります。10個目は、花丸のマークです。この絵文字をよく見ると、日本語が書かれています。大変よくできましたと書いてますね。ちなみにこのマークはさっき言ったように花丸と呼ばれています。学校で満点を取ると先生がその生徒の答案用紙に花丸を大きく書いてくれます。それが絵文字にもなっているんですね。よくできましたとか Good job と言いたいときにこの絵文字を使います。今日本人がよく使う絵文字を10個紹介しましたが、皆さん何個知っていましたか？他にももし、この絵文字はどういう意味とか、自分もこの絵文字の意味が知らなくてびっくりしたよという経験があれば、ぜひ教えてください。他の動画でも日本でやってはいけない行動トップ10や私のデイリールーティーンなどについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。